モ活時間の記録 Vlog。今回は食玩キットの制作です。衝動 X、衝動区、仮面ライダー7から仮面ライダー V3 を開封、組み立て、塗装まで一気に見ていきます。衝動 X はバンダイが展開していた仮面ライダーシリーズの食玩アクションフィギュアです。全高約10センチ、高い可動性能でライダーキックや変身ポーズが決まる、リアルな造形と彩色、交換用手首や武器が豊富、バイク、サイクロン号やバトルホッパーなども商品化、食玩とは思えない完成度が魅力という特徴があります。仮面ライダー V3 は正体は青年風見四郎です。V3 の名前はビクトリー、勝利と3人目のライダーを意味しています。まずはキットの開封から。封入されているのはボディ、手の交換パーツとスタンド、頭部です。手のパーツは左右合わせて4種類、8つが入っていました。組み立てます。両手グーの手のパーツで組んでいきます。右左と腕部に取り付けていきました。V3 は本体に襟と白いマフラーがついていたので挟み込むパーツはありません。頭部をジョイントします。手のパーツは左右で接続部の太さが異なるので管理の際には要注意です。使用しない手のパーツはスタンドに収納し、脚部を連結して台座にして自立させることができます。右足をスタンドに接続しました。背面は色分けが必要な箇所が目立ちます。組み立てはこれで完成。フロントビューからリアビューです。ピースサインの2本指のパーツに換装してフロントビューからリアビュー。さらにもう1種類の開き手に換装してポージングです。塗装に向けミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き付け、マットな質感の下地を作っておきます。続いて追加塗装です。頭部、背中、腕部、フェイスが主に未塗装箇所あり、変身ベルト、ダブル台風もディティールの塗装が入ります。ベース塗装です。パレホのモデルカラーホワイトグレーという塗料を使いました。追加で色分けする箇所に塗っていきます。一手間ですが、この後の色の乗り、塗装効率を考えると重要な工程なので、色分け箇所に漏れなく塗っていきます。下地になって目印になれば十分なので、水で溶いて薄く塗っていきます。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。ウォーハンマーカラーのテクニカル、特殊効果表現の塗料種からラーミアンメディウムという溶剤塗料を使ってムラにならないように薄めながら色を入れました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。このペイントで使用した塗料はこちら。塗装に要した時間は約20分でした。色分けの1色目は下地で使ったモデルカラーホワイトグレーをもう一度使いました。頭部、背中のラインに上塗りです。これでしっかりと白の色が乗りました。続いて赤です。ゲームカラーのブラッディレッドです。ベルト、ダブル台風の中央、3の文字の書き入れ。そして腕部、背中の赤のラインの未塗装箇所に塗りました。太い背中のラインには白の下地に沿って、腕部はガイドなしでそのまま塗りました。鮮やかな赤カラーです。適度な粘性でとても扱いやすい塗料です。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもパレホの魅力です。ダブル台風の中央部、風車の部分です。マービー4ドローイングの超極細ペン 0.03mm ブラックを使いました。ディティールの墨入れに重宝するマーカーです。スポットでゲームカラーのシルバーをベルトの側面に使用しました。V3 ホッパーと右側のエナージコンバーターです。
続いてフェイスの下側の塗り入れです。ゲームカラーのニュートラルグレーを使用しました。少し色分けが浅い仕様だったので、全面を塗り直す形で色を入れました。一部ベルトのバンド部にも色をのせました。仮面ライダー V3 は1973年に放送されました。塗装後は水性トップコート、艶消しを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。色塗り終わったパーツを組み立てます。右腕、左腕と順に手のパーツを取り付けます。素組みの際と同様にグーの手のパーツから。素組みの際と同じく使用しない手のパーツはスタンドに収納し、脚部を連結して台座にして自立させます。右足にスタンドを取り付けました。足、腕の位置、向きを微調整します。フロントビューからリアビューです。ピースサインの2本指のパーツに乾燥して、フロントビューからリアビュー。さらにもう1種類の開き手に乾燥してポージングです。これまでの制作記録から、まずは今回制作の仮面ライダー V3 と同じシリーズでラインナップされた愛機ハリケーンです。このバイクが商品化され、A パーツ、B パーツに分かれてキットとなっていたのが、このシリーズの特徴であり、見ものでした。騎乗用のグリップ用手のパーツもついていました。次に前作の衝動仮面ライダー VS シリーズの V3 です。関節の可動など少し見劣りすることもありますが、色分けの仕様などこのシリーズの方が見栄えが良いライダーも数体あります。そして最新シリーズの衝動ダブルクロスでキット化された V3 です。最近の客演時 V3 の仕様に近づいている感じがします。V3 ホッパーがパーツ化されたりという様々なアクションポーズも可能になったキットでした。ということで今回は食玩キット製作、衝動 X、衝動区、仮面ライダー7から仮面ライダー V3 を組み立て、そして本体パーツへの塗装を見ていきました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。